間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵です。今日はね、サッカーボールとともにというか、このフリードのガソリンモデル乗っています。でね、この動画では、フリードのガソリンモデルとハイブリッドモデル、これの比較をね、していきたいなと思います。で、乗ったらね、いろんな違い見つけました。で、このあたりを話していきたいなと思います。今回はフリードのハイブリッドとガソリンモデルの比較。まずはちょっと脱線して、2列目キャプテンシートとベンチシートで比較して感じた点を挙げていきます。映像は3列目へのアクセスする際のシーンです。じゃあ今日のフリードはね、これ2列目が3人掛けベンチシートの仕様です。この車で3列目にちょっとアクセスしてみたいなと思います。まずね、この車はここのレバーで、背もたれが前に出ます。ゴロンとね。ほんとこれだけ。ちょっと乗ってみますね。こんな感じです。もうね、ワンタッチで、もう何事もないようにね、スポンと入れますね。普段はね、ここの隙間を通って3列目にアクセスする形です。自分が通ってみますと、あれごめんなさい、不器用で。こんな感じになります。で、スペースなんですけれども、この椅子が今一番後ろまで下がっています。そこからして足これぐらいですね。で、2列目がベンチシートになるデメリットの一つとして挙げたいのが、キャプテンシートだと、こうやってね、右膝がここの間に逃がせたんですね。で、それがないので、ちょっとね、ベンチの方がここ圧迫感あるかなって感じです。でもね、これで一番後ろですから、このくらい足を引いてね、こうやって座る分にはもう全然座ってられます。で、ここのシートの厚みもありますからね。で、静粛性もそれなりの静粛性が確保されていました。では、ちょっとね、3列目に自分は入ってみますので、どんな感じの着座感か、ここからご覧ください。もうね、後ろから入ってもすごく簡単。もう、プチワクワクゲートなんてね、自分たち呼びんでますけれども、そんな感じですね。このね、フリードのキャプテンシート、これを今倒しましたけれども、これすごくいい点がね、2つあります。まず、シートの位置です。これが、前に出ていても、後ろに下がっていても、どの位置でも前に倒すことができます。ちょっと前に出してやってみましょうか。少し前に出してくださいです。この状態でもね、ゴロンってやると前に倒れます。どこでもいい。一番後ろでもいいし、前でもいい。それから、このヘッドレストを抜かなくても、シートが前にゴロンするんですね。この辺がありますので、もうほんとね、3列目までのアクセスが簡単です。どちらもメリット、デメリットあって、フリードではキャプテンシートが人気とのことです。一社がメリットとして感じたのは、両側アームレストと3列目へのアクセス性。スライドドアは内張りがフラットで肘を乗せる部分がございません。そこで外側にも用意されるアームレストが強いです。逆にベンチシートのメリットは、隣のお子様に近づいてこうね、ちょっとツンツンできたりとか、体を倒して横になれたりとか、ただちょっとね、シートベルトのキャッチが微妙に張り出しています。今回比較する2台は、後期フリードハイブリッドモデルとガソリンモデル。グレードはともに G です。同じフリードでもデビュー初期のモデルとは乗り味が異なっていますので、2022年、2023年式あたりの印象という点をどうぞご了承ください。比較その1、ハイブリッドモデルが上位モデル的な走行質感。わかりやすいというかね、概要的な部分で簡単に比較してみますと、乗り味はハイブリッドモデルが上級者的です。同じレベルでパワーユニットを選ぶというのにプラスして、走行中の質感で選ぶ。それぐらいのね、差があります。で、その差なんですけれども、小さいといえば小さいし、お詳しい方だったらハイブリッドモデルに惹かれる。そのくらいのね、差だと思います。でね、具体的には、フロントサスペンションの、その動き方、サスペンションダンパー、ショックアブソーバーの動き方に質を感じるのはハイブリッドモデルの方。で、ガソリンモデルの方はね、不快ということはない、全然硬いということはないんですけれども、質としては普通ぐらいといった印象です。ちょっと具体的に見てみますと、乗り心地で言うとね、柔らかくて、しかもゆっくり動くフロントサスペンション。ハイブリッドモデルがね、上々の質感です。あと、静粛性で言っても、ハイブリッドモデルがエンジン停止で走れるという点を置いても、走行中とアイドリングの時のね、音でちょっと差があります。このあたり口述します。比較その2、乗り心地が異なります。先ほどの話の延長線上で乗り心地いきます。やっぱり質という面で言うと、ハイブリッドモデルのフロントサスペンションがすごくいい。
でも車全体として見ると、ガソリンモデルも捨てがたいといったところでね、差は大きくないにしても、気にすれば気になっちゃうぐらいのね、差を感じます。でね、じゃあちょっとハイブリッドモデルから見ていきますね。ハイブリッドモデルは、フロントサスペンションのショックアブソーバーという部品が、すごくね、いい働きをしてくれています。質が高い。この部品によってね、滑らかに抵抗を発揮してくれていますので、大きく動きます。でも、ゆっくり動くといったフロントサスペンション。基本的にね、柔らかいです。すごく柔らかい。でも、このショックアブソーバーという、減衰力っていう抵抗を生み出す部品が質が高いので、滑らかにね、ゆっくり動いてくれます。ここがね、すごくいい。で、反面ね、リアサスペンションの動き方がちょっと気になっちゃうという部分があります。フロントと比較すると、バタつきが気になる場面っていうのかな。路面に追従しきれなかったりとか、もしくは柔らかさからね、動きが速すぎて、跳ね上がった後ストンと落とされちゃうような感覚もあったりする。この辺があれですね、フロントがいいからリアが目指すっていう部分もね、少なからずあります。で、ガソリンモデル。ガソリンモデルの方は、質的にはね、普通です。4輪サスペンションともにね。でも、車全体として考えると、結構ね、バランスいいなって感じるのはこっちかもしれない。と言いますのも、ほんとね、車のそういった部分が黒子的に徹してくれているような、どこがどうとかね、気にしなくていい乗り心地を提供してくれている。で、絶対的にもね、柔らかめぐらいの感触なので、不快な部分もね、目立ちにくい。ハイブリッドモデルが質の高い部品を使ってるなとしたら、ガソリンモデルの方はそうじゃなくてもうまく調理されてるよねっていうね、そんな印象でしょうかね。で、これがね、リアシートに座ってみると、ガソリンモデルの良さがね、結構わかりやすい。どうしてもね、リアサスペンションの影響を受けやすいのはリアシートですから、2列目、3列目。ここを座ってみると、ハイブリッドモデルよりね、少し引き締まってるのかなって気がするんですけれども、動く量が少なくなっていて、かつ衝撃が少ないので、結構ね、ここ、自分的にはハイブリッドモデルよりね、ガソリンモデルの方がいいかなと感じたぐらいでした。ということでね、次いきます。比較その3、静粛性が異なります。静粛性は、フリードの場合ね、ハイブリッドモデルの方が静かに感じられます。その理由はね、ガソリンモデルはフロントシートでエンジンノイズが目立つ。これが一番の理由になりますかね。音質的には全然不快な音質じゃないです。ガラガラゴーゴー言うわけではなくて、そういう低い変な低周波が耳につくとか、そういう音じゃなくて、空気を吸ってるようなね、シュゴーッと音が大きく混ざってるような、そこが強調されるような音質なんですね。でも、市街地とかでアクセルを2割、3割踏んでゆっくり加速するときとか、そういったときにね、ちょっと音量が大きい。今自分黙りますね。こんな感じでね、今2500回転ほどを保って、回転数で言ったら2000回転から3000回転数使うあたりなんですけれども、そこでちょっとね、エンジンノイズが目立つっていうのが一つあります。で、あとね、もう一つ。アイドリングとかで信号で待っていると、直噴エンジンらしいね、カチカチした音が響いてきます。直噴っぽいなってだけで、ちょっとわからないんですけれども、どっちか。チリチリカチカチした音がね、響いてきますので、この2点がね、ちょっと違いでしょうかね。ただね、このガソリンモデル、すごいスペック高くて、この辺はちょっと後で触れます。で、あと、ハイブリッドモデルもね、もうすごくいいです。自分の大好きな、ある種人を選ぶシステムなんですけれども、この IDCD というシステムがね、ポーンポーンと回転数を上げていったり、ダイレクト感の強い部分があったりとか、すごくいいんでね、これもまたちょっとね、後で述べます。比較その4、内装は少し違いがあります。フリードのハイブリッドモデルとガソリンモデルで、内装で言うとね、ちょっとだけ違いがあるのでそこを見ていきます。まずメインメーターで言いますと、パワーメーターとタコメーターのその表示が違うというのが一つと、それから液晶部にハイブリッドモデルの方はパワーフロー的な表示がありますので、ここが違います。それからシフトセレクターのパターンと、その周辺のね、内装の素材、ここに差があります。このシフトセレクターの周りがね、一番大きな差でしょうかね。出てる映像はハイブリッドモデル、ガソリンモデルの順で出しますけれども、これがね、両方ともいいです。ごめんなさい。ちょっと質の話になっちゃいますけれども、質が両方いい。で、その上で、ハイブリッドモデルの方は、いわゆる電静式ですね。
右下が D で、右上がバック。で、その上に、パーキングのボタンがあります。で、ガソリンモデルの方は、普通のストレート式です。で、ちょっとね、これ質にも差があるんですけれども、見える部分の質ね。そこにも少し差があるんですけれども、両方すごくいいので、ちょっとね、触れさせてください。ハイブリッドモデルの方は、光沢パネルが大きくあしらわれているタイプの内装です。で、これがね、半分ツヤを消されたようなエアコン操作部のスイッチ。この辺りがね、すごく綺麗に見えます。表面のね、塗装感もそうですし、あと白い文字がすごくシャープに見える。で、ここがね、すごく質感が高く感じられるんですね。で、ガソリンモデルの方はと言いますと、また違ったね、質感が演出されていて、こっちもね、いいんですよね。ハイブリッドモデルで光沢パネルだった部分は、艶消しの黒い、多分塗装でね、マットな仕上げの塗装じゃないかと予想できる仕上げです。で、これがね、写真で見るより全然いいというのが一つ。で、エアコン操作部のスイッチとかの質の高さ、ここは変わらずで、あとね、シフトセレクターがまたね、凝った作りをしています。これがね、本革のタイプじゃなかったんですけれども、ナイスウレタンによるね、塗装、柔らかい塗装でゴム状の塗装がされているようなシフトノブだったんですけれども、光沢の金属調に見えるような塗装と、あとね、鈍いツヤに抑えられた塗装と、あと、メッキじゃないのかなって思えるような部分と、いろいろ組み合わされていて、ここだけでもね、数点の部品点数を持って仕上げられているくらいね、凝った部分で、この中央部のね、質感すごく高いですね。で、やっぱり車って助手席に乗っていて、助手席の方がエアコン操作することもありますから、ここに力が注がれているね、ホンダ車って、自分ね、すごくいいなと思います。で、あとね、ギミック的な部分。このフリードね、またこう、ある種の贅沢というか無駄とも言える部分でね、凝ってる部分がありまして、そのあたりはね、一緒です。具体的には3つぐらいありますので、ちょっと挙げさせてください。1つは、ウインカー音が切り替えできます。そして、メーター内の照明の色が複数から選択ができます。あと、先ほどのエアコン操作部。この温度の設定がね、回す方向によって色が変わる。このあたりもね、両方同じに機能していました。比較その5、地上時の参考燃費です。やっぱりね、燃費差があります。で、同じコースでの比較、試したんですけれども、ちょっとね、ハイブリッドモデルで動画を撮ってる最中に、自分がスマホ忘れたのに気づいて、途中で引き上げなきゃいけなくなっちゃいまして、そんなこともあって比較はできなかったんですけれども、やっぱりね、思ったことあるので、そこを上げていきます。まず、ちょっとね、上げたいのが、カタログ燃費。このね、WLTC モードのカタログ燃費で、差がね、少ないんですね。具体的には、ハイブリッドモデルが 20.9 キロ、ガソリンモデルが17キロ。ということでね、差が4キロほどです。これが本格的なエンジン停止で長く走れるハイブリッドモデルとして考えると、差が小さく感じられます。で、実際に走ってみた感じ。ちょっとね、イメージなんですけれども、ハイブリッドモデルで燃費24キロぐらいの時に、ガソリンモデルだと燃費17キロくらい。ハイブリッドモデルで燃費18キロぐらいの時に、ガソリンモデルですと燃費13キロぐらい。そんな感じでした。これは2人乗車をしていて、で、2人のドライバーでね、交互に半分ぐらいずつ運転して、そんな感じで、そうですね、こんな感じで、なので差は5キロから7キロぐらいという程度のイメージです。で、そう、ガソリンモデルの方は、燃費の動画ね、きちんと撮ってきて、1本分ね、あるんですけれども、その時にね、5キロ台ね、ちょっと混み合う中で5キロ台とか出ていた時がありました。なので、通勤の渋滞とかでね、混み合う時間が長くなったら、もうちょっとね、差が広まるかもしれない。フル加速してみたいなと思います。50キロからね、100キロぐらいの加速です。じゃあちょっとね、これで本線出て、ここから踏んでいきますね。今50キロです。はい、行きます。
比較その6、加速感が違います。フリードの場合は、ハイブリッドモデルがね、かなり個性的で特徴のあるシステムを搭載していますので、それがお好みでしたら、もうハイブリッドしかないと。逆にちょっとね、それが気になるようでしたら、ガソリンモデルになるのかなと。消去法のような感じでガソリンモデルを選ぶ一面がありつつ、ガソリンモデルもね、スペックが高いという良さがありますので、両方特徴があります。で、ちょっとね、ハイブリッドモデルの方からいきますね。ハイブリッドモデルは、エンジンプラス、モータープラス、走行用バッテリー、プラス、7速の本格的なトランスミッションを持つフルハイブリッドシステムです。いわゆるね、IDCD と呼ばれるハイブリッドシステムになっています。これがね、エンジン主体で駆動をして、モーターがアシストをしてくれて、しかもモーター駆動のみでも十分走ってくれる。さらに、7段のトランスミッションでトルクやスピードを増幅。これでね、エンジンとかの苦手なところを補って、得意なところをさらに伸ばすのが7段分あるという、トランスミッション。これをね、もう全部搭載してるんですね。で、燃費や静粛性はしっかりあって、高回転でシフトアップしていく爽快感があって、さらに速度調整のやりやすいダイレクト感があります。もうほんとね、車好きを狙い撃ちしたみたいな特徴。そう、趣味性を感じるのはね、この部分が大きかったりもします。で、実際はね、好きな人だけじゃないと思うんですね。シフトアップの裏返しは世話しない。爽快の裏返しは世話しないともなりますし、ダイレクト感の裏返しはギクシャク感。このあたりがね、そうですね、好みとかペダルの踏み方とかね、その乗り方によって長所にも短所にもなり得る特徴です。乗りこなしたいとかね、難しいものを乗りこなせて気持ちがいいっていうところからすると、そういった本能からするとね、もうこっち一択なんですけれども、ちょっと運転めんどくさいなっていう方からするとね、ちょっとギクシャク感がこうね、仕事帰りの疲れてる人が気になっちゃうかもしれない。で、そこでね、ガソリンモデル。ガソリンモデルは、一般的な 1500cc と CVT の組み合わせなんですけれども、これが普通というかね、ちょっと普通以上のところも感じます。で、それなんですけれども、まずね、スペック。最高出力がね、129馬力あります。一般的な 1500cc で、100馬力、110馬力ぐらいの車が多いですから、もうちょっとあっても120馬力。それが130馬力近い129馬力っていうのはね、同クラスで見たときにパワフルなスペックになっています。で、もちろんね、低回転が弱いとかね、そんなところは感じないです。そこはうまく CVT が補完してくれて、得意なところを使ってくれますからね。でね、これが、この速さ感で言うと、ハイブリッドモデルのプオーン、プオーン、プオーンとシフトアップしていく方が速さを感じます。ただ、速度計、スピードメーターの上がり方を見ていると、結構速いんですね。これがどのくらいかと言いますと、このフリードのガソリンモデルより80キロぐらい軽いシエンタのガソリンモデル、そっちと比較したときに同じぐらいのね、感じで、スピードメーターが上がっていきました。同じ2人乗車で同じところで加速した時の映像が残ってまして、それ見るとね、もう同じに加速していく感じでした。で、あとね、ハイブリッドモデルに搭載されている、DCT、デュアルクラッチトランスミッションと言われるシステムなんですけれども、これはね、複数段のシフトダウンが苦手なんですね。一番は、1段シフトアップするときはシームレスに、もう隙間なく上がっていくような感じ。で、もうシフトダウンで複数段シフトダウンして加速っていうと、ちょっと待たされたりもします。で、CVT はそこがないというかね、素早く変速してくれるので、実際の中間加速とか、減速して信号がね、赤が青になったから再加速するような場面とか考えますと、意外とね、トータルで見て CVT モデルっていうか、ガソリンモデルの方がいいかなと思える人もね、多いんじゃないかと。あとはね、やっぱり趣味性というところにもね、なってきますかね。比較その7、ハンドリングが異なります。フリードという車のキャラクター考えますと、そんなにね、重要な部分ではないのかなっていうのもありまして、一番最後にしました。なので、気にされる方だったらっていった話になってきます。で、気にされる方でしたら、ハイブリッドモデルの良さね、すごく感じられると思います。
サスペンション柔らかくて、ハンドルも軽くて、でも車はゆったり動くので、フロントがゆったり動くので、丁寧な操作を心がけてる限り、そのロール感っていうのをね、感じにくい。で、唐突にね、ぐらっと同乗者が不快なような揺れも出しにくいのは、ハイブリッドモデルの方です。で、さらに、ちょっとね、強く切ってみたりとか、ちょっとフロントのタイヤいっぱい使えるかなと思ってグッと切ってみたりもしたんですけれども、そういった時もね、動きがすごく落ち着いていて、車の動きすごくゆっくりなんでね、もうほんとゆっくりですね。なので、人間がめちゃくちゃ余裕がある。冷静にインパルの傾きとかね、車のロール量を見て、ゆっくりね、その状態でもゆっくりハンドルを操作しやすい。そんな感じを受けたのはハイブリッドモデルの方でした。で、ガソリンモデルの方は、厳密に細かく見るとね、少し個性を感じます。ちょっとフロントがハイブリッドモデルより動きにくいんだけれども、動き出すとより動いちゃうみたいなね、そこはやっぱりショックアブソーバーの質の差なんですけれども、ところがあって、で、グラッという衝撃を出さないようにとか、ロールを滑らかに動かすというのがね、ちょっと難しい。あと、コーナーを曲がっている最中で、長いコーナー、回り込むようなコーナーでハンドル切っている時間が長くなってくると、途中からね、少し内側に進もうとする力が強くなってくるように感じられるんですね。ハンドルの位置一定でも、陽という内側に回り込もうとする力が強く感じられるようになってくるところがある。で、その辺をね、ちょっとどう処理するかと考えて、進入からね、ちょっと切り方変えていくとか考えていくと、結局、グラってくる場所がちょっと神経質になってくる。なので、同乗者までね、限りなく快適性をって求めて運転するんだったら、ガソリンモデルの方がね、少し難しいかなっていうのがね、感じられました。では、一瞬だけ思うことをまとめていきます。サスペンションダンパーの質という部分で、ハイブリッドモデルの方が上位的な位置づけを感じます。ホンダの場合ね、フィットもそうでした。これに IDCD というシステムを合わせて考えますと、趣味性にもつながる魅力、そのための価格差と見受けられます。フリードという車の基本的なキャラクターを考えると、プラスアルファで趣味性が追加されたハイブリッドモデル、そんなイメージです。一方のガソリンモデルは価格的な魅力が大きいのですが、それには内装で感じる気配りとか、パネルの質感とか、そうした良さがあるからこそ、魅力という言葉が使えます。走れば普通なんですけれども、状況によってはハイブリッドよりまとまりが良いと感じることさえある。コンパクトミニバンというジャンルに求めたい、優先したい内容はガソリンモデルに詰まっていると思います。内装のね、リアシート足元とかウォークスルーの部分とか、そっちの方がね、ガソリンモデルの方が使いやすいと思う部分もありますしね。なので、お好みに合わせて選びやすいと考えられます。唯一気になるのが、ご主人様はハイブリッドモデルが良くて、奥様はガソリンモデルが良くて、そんなシチュエーションが心配というくらいです。では、動画は以上です。よろしければチャンネル登録といいねボタンで応援いただけましたら嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。間違いいっぱいの自動車選び、ヒラリー男爵でした。